皆様ごきげんよう、宮間めさのです。本日は日本の戦車を紹介しながら、動画の後半はワールドオブタンクスで日本戦車でシャーマンなどの重戦車を撃滅するという動画になっております。ワールドオブタンクスは私の友人同士はよくプレイしていたらしいんですけれども、私にはついに一度も声がかからずに今日に至っておりまして、初々しい形でゲームの魅力をお伝えできるかと思います。動画の最後にはお得な情報も掲載しておりますので、ぜひ最後までのお付き合いをよろしくお願いいたします。ということで、我が国の戦車の系譜をざっくりと見ていこうではありませんか。こちらは事実上初めての主力戦車になりました89式中戦車です。そして89式の不満を解消したら軽くなってしまったのが9号式軽戦車のハゴーです。そしてさらにこの鉢巻きアンテナが特徴的な帝国陸軍の主力戦車といえば、そう97式中戦車のチハタンです。そしてこちらがチハ新砲塔。チハっぽいけど微妙に車体が違うのが1式中戦車のチヘです。さらに日本戦車としてはモダンな設計だったのが4式中戦車のチと、某大怪獣映画では5匹の怪獣の撃破に貢献していました。ちなみにこちらのチとは試作型になりますので、映画のものとは形がね変わっていますね。そしてこちらのやたらとガタイがいい戦車が5式中戦車のチビになっております。まだまだあります。こちらの超巨大重戦車こそお医者です。3D プリンターで35分の1サイズで作ろうと思ったんですけれども、再び計画は頓挫してしまいました。もう一回頑張る。なんか今日本の戦車なんか弱いとかしょぼいとか思った人、ぶっちゃけいますよね。まあこれはもうね仕方がない事情があるという話で、ございますので、そういうね闇の部分にも迫っていきます。それでは89式中戦車からもう一度見ていきましょう。89式中戦車は日本で初めて独自に設計された戦車、資生1号戦車のノウハウを生かして開発された事実上初めての主力戦車で、某戦車アニメによってかなり有名になりました。ちなみにこの89というのは後期に基づいた数字になります。日本の陸軍で初めて正式化された戦車となった89式でしたが、その性能も世界水準でなかなかの完成度を誇りました。ただ設計はちょっと変かもしれません。おまんじゅうたち、出てきなさい。ブーじゃねえよ。このように戦車といえば前面の走行が一番重要だと思うんですが、その前面に入り口があるという、それってどうなのよという設計になっています。はい。ただ、89式中戦車はより致命的な問題を露呈していくことになります。こちらの車両をご覧くださいませ。はい。黒金4機です。黒金4機は日本で初めて開発製造された実用乗用四輪駆動車になりますが、このような自動車が部隊に配備されるようになると、89式中戦車の最高速度 25km では機械化された部隊についていくことができなくなってしまうのです。そこで作られたのが黒金4機と同期となる9号式軽戦車のハゴーでした。9号式軽戦車は89式の半分ほどの重さになりまして、操縦するのが一番気持ちいい戦車とも言われています。このようなことからわかるように、当時の陸軍のトレンドは機動力でした。帝国陸軍といえば歩兵とお馬さんみたいなイメージが強いですし、実際そういう部分は大いにありますが、戦前の陸軍が行っていたのは部隊の機械化だったのです。なぜそのような選択肢を取ったのかと言いますと、全然兵力が足らないからですね。例えば1936年頃の日本の陸軍の総兵力は23万程度、対峙している国民党軍の兵力は210万人、ソ連軍は130万人とか150万人なので、相手よりもはるかに少ない兵員で満州全体を守らなければいけなかったのです。第一次世界大戦のような塹壕戦を行うことができなかったため、訓練された歩兵を戦車で支援しながら機動戦をもってなんとか数の劣勢をカバーするという精鋭少数主義を取らざるを得ませんでした。そういう意味で9号式軽戦車は陸軍の戦術思想にもぴったりだったんですけれども、さすがに37ミリ砲では足らねえよなということで、1936年に登場したのが97式中戦車のチハでした。しかしチハは最初から大きな問題を抱えていました。それは火力や防御力ではなくてコストでした。結構ね、値段がね、高い。そのため、実はチハは次期主力戦車という存在とも言えず、実のところ軽戦車を補完するような存在でした。いわばドイツの戦車でいうところの3号戦車と4号戦車の関係性に近いかもしれません。
ちなみにこの穴はアンテナを立てるために使っていきます。万が一の異世界転生のために覚えておきましょう。主力戦車というわけではなかった千葉でしたが、その後の盧溝橋事件など事変が拡大していきますと、日本軍と中国国民党軍は全面対決という格好となり、これによって陸軍予算が増えたことで千葉のコストを考える必要がなくなり、気づいたら主力戦車のようなものになっていきました。それと同時に兵隊さんの動員が急激に始まりましたので、陸軍の機械化は頓挫。こうして日本陸軍といったら兵隊とお馬さんといったイメージが出来上がっていったのです。その後発生したノモンハン事件では、実は千葉の火力はあまり問題とならなかったようでしたが、その後対戦車能力が高い 47mm 砲が搭載されており、こちらの新砲と千葉はアメリカの戦車との交戦を直接想定していたわけではありませんでしたが、その後のフィリピンでの戦いに実戦投入されて活躍していますね。そして戦争の期間において日本の戦車の歴史はここでほぼ終わりを迎えることになります。日本の戦車の進化は止まってしまいます。第二次世界大戦中のヨーロッパでは戦車同士が対決してお互い猛烈に消耗と生産を続ける中で恐竜的に進化していったわけですけれども、そもそも日本とアメリカの戦車が直接戦う機会そのものがあまりなく、日本の戦車の損耗自体が少なかったのです。戦車の数が減っていないことから1944年の日本での戦車関連予算は一旦ゼロになってしまいます。しかし1944年6月の裁判での戦いやその後のフィリピンでの戦いでは、千葉ではアメリカの戦車に完全に劣勢であることが明らかになったことで、ようやく日本でも戦車の開発スピードが上がっていきますが、1944年10月はすでに戦争の末期、南方航路が寸断されており、新型戦車の製造どころの話ではなくなってしまいます。こちらの一式中戦車千兵は主力戦車として開発されましたが、戦争が拡大していくと千兵の生産が優先されてしまったため、前線にはついに送られず、生産数も少ない水準にとどまってしまいます。こちらの3式中戦車チヌはアメリカ軍の戦車に対抗できる性能がありましたが、M3 ね、量産に入ったのは1944年の10月、生産数は166両で実戦への参加もありません。さらに4式中戦車チトの性能はなんとか世界水準に届くものがありましたが、生産数はたったの2両。もしかしたら怪獣退治に貢献していたかもしれませんけれども、それは違いますね。チリ車はなかなかの性能を発揮する予定でしたが、1両が完成間近という段階で終戦を迎えており、そもそも量産される計画もありませんでした。さらに日本の戦車で異質な存在、超重戦車オイシャはノモンハン事件の教訓からソ連の重心防御を突破するために開発された戦車でしたが、陣地を破壊するための 150mm 砲を搭載して対戦車用の 47mm 砲を2門搭載していたりと、一つの戦車で色々な役割をこなす予定でした。オイシャの存在も戦力が足らない日本の苦しい国情を反映した存在だったのかもしれません。ではもっと早くから戦車の開発に力を入れるべきだったという意見もあると思いますが、次のグラフをご覧ください。これが当時の日本の兵隊さんの動員数になります。なんと20万人の軍隊から500万人の軍隊になっておりますので、戦車よりも歩兵の装備を優先して作る必要がありました。この変化に対応するというのはね、やっぱどうしてもこれは、国力以前の問題だと思うんですよね。アメリカとの戦争ではそもそも戦車よりも飛行機や艦船がどうしても優先されたというのも大きな理由の一つとなっております。なぜ日本の戦車がなんかもっとあるだろう的な微妙な存在で終わってしまったのかね、なんとなく分かっていただけたのではないかなと思います。そういうことでワールドオブタンクスで日本戦車に早速乗ってまいりたいと思います。はい、やってきました。ではね、こちらがねワールドオブタンクスですね。そして私は89式中戦車で今ね、戦場へと向かっていきます。はい。操作はね、簡単ですよ、これ。こうやってね、普通にね、キーボードでね、動かします。早っ、あれ。軽戦車はね、あんな感じでね、めっちゃ速いんですよね。で、私のこの89式中戦車はね、中戦車ですので、そんなに速くありませんのでね、ちょっとこれは、敵がね、来てますね。
早速撃つか。あれめっちゃ早来てんな。あれ厄介だな。あれ絶対なんか左から来るよね。敵がけん。撃て。よし。撃て撃て。はい。はい。まだ来てる。やばい。これで。貫通できるところ。オッケー。皆さんあれ硬い。やばい、どうしよう。自爆で。これ味方だった。皆さん、ごめんなさい。いや、味方でした。硬と思って味方だったわ。やばい、今、完全にフレンドリーファイなんです。待って、逃げろ。はい。今ね、弾いたね。完全にね。ごめん、完全に味方撃ってたわ。なんで貫通できねえと思ったら味方だったわ。あたりをね、偵察しながらね、やっていきます。で、あんまね、こう、前に出ていかないとね、やられますんで、逆にこうね、左とかから来ちゃうんだよね、敵はね。やったー、あれ、よしやった。皆さん無双してる。いきなり無双してます。よし、いい感じじゃねえか。894強くね。敵の戦車ね、2両やっつけましたんでね、味方と一緒に行動します。あまりね、こう自分がね、突出してもね、意味がありませんので、なるべくこう味方の部隊と一緒にいるのがいいと思いますね。なんかいます、皆さん、絶対いる。ほら、いたまずあた、ギャーやめてバカやめて。危ない。やろう。厄介だな、あれ。軽戦車で厄介だな。いやー、避けるね。前進していきます。いやー、一発当たった。やめて。当たれ。まず皆さん、めっちゃ撃たれてる。やばい。来てる、あれ来てるぞ。そこ痛い。やばい、機動力で翻弄されてる。一旦逃げます。あれ、ハゴだ、あれな。ハゴ派遣。ちょっとね、味方がなんか変なとこ行ってんだよね。当たった。よし、追い詰めてんぞ。撃ちまくれ。そこにいる。こっちが地の利を得た。おっしゃー。よし、めっちゃ活躍できてる。よし、ちょっと最後実感なき勝利で終わったけどね。勝ちましたね。強くない ?89 式中戦車。さすがあれだな。登場当時世界数値を超える性能を誇った中戦車だな。89式中戦車ね。今のは多分ね、結構 CPU が入っていたのかもしれませんね。低ティア帯ね、低レベル帯の戦車ですと、割と CPU 線が多めになるかなって感じがしますよね。で、今ね、触ったのはこの89式中戦車でしたので、他もね、いろいろ戦車ありますんでね。チアタンですね。はい。新砲塔じゃね。新砲塔チアだな、これな。はい。で、今ね、これ緑色ですけども、色もね、当然変えられます。色変えるか。ほら。これ戦車のガレージでね、これ戦車をカスタマイズできますんで、目彩にします。どれがいい？これかなやっぱり。これあれかな、後期の日本軍の迷彩になりますね。なんかマーキングがいっぱいありますね。これなんか感じなんじゃない？愛国。ほら。いっぱいつけられます、ここに。愛国ツイート。撃つきました。そう。いいじゃんね、これ愛国ね。はい。チアタンの、新砲塔チアタンですね。あれ、新砲塔チアかっこいいね。いいね。2号戦車、あれやばい。なんかさ。
めっちゃいましたよね。ちょっと、水に入る。やばい。水に入る。やばい、待って。いかん。待って。完全にやられたわ。皆さん、チアね、軽戦車でした。すいません。私はね、こっちやでね、次こそね、活躍できるようにしますんでね。頑張るしかね。あれ、色がなんか変わってんの。まあいいや。やべ、今、煙めっちゃかっけえな。突撃じゃ。なんかね、チアね、軽戦車っぽいので、割とこう、前線に行きながらやっていきます。あ、これ緑目立つな。白くしとくべきでしたね。一気に突っ込みます。敵を挟み撃ちにします、これでね。敵を挟み撃ちにします。敵来てます。めっちゃ近い。あら、よっしゃー。見て、今の私の奇襲。無言で奇襲してましたけどね。勝ちました。よし、いいぞ。完全に今手が震えて、もうあさっての方向行っちゃったけどね。BT5 ついにチアのライバル来たな。誰当たったか今。プスって言ってた。行く。待って、皆さん、やばい、これ、あらー、BT5 撃破いたしました。今あれか、味方がやったのか、お前。私の獲物を取ったの。許す。敵をもう圧倒的に勝ってます。このまま一気に攻勢に転じます。敵を撃滅するのだ。突撃。敵発見。行きます。皆さん、これ、おでんあかね。なんでこの戦い。皆さん、撃てば当たる。よし。2体をやられた。キルドル。早く直すのだ。よし。もはやね、勝利は間違いなしですね。このまま敵を殲滅します。待って、チアタンめっちゃ強くね。敵を翻弄してました今、完全に。ほら、わしが決める。私が最後決めるのだ。よっしゃ、失敗してます。私が最後に決めたかったんですけれども、残念ながらね、失敗しちゃいました。完勝ですね。当然も進む助手よかすみよか。はい。これの89式がありましてね。地味があります。皆さん。地味ってめっちゃマニアックだね。地兵があります。地理があります。すごいいっぱいありますね。95式重戦車って皆さん知ってます？こんな感じの戦車あったんだ。へえ。マニアックじゃね？マニアックだよな、完全な。ちょっとね、歌詞忘れましたね。チヌでね、やっていきます。チヌ。日本の戦車ってなんかさ、基本的に全部血が出てない？なんか、地兵とかなんかさ、チヌとかさ、チハとかさ、基本的になんか口から血が出てる気がしますね。日本の戦車って、なんでそんな名前なの？チヌってちょっとな、若干縁起が悪いような感じも、しなくもね、ありませんけどね。チヌ。皆さん、でかっ。お医者です。これ。でっかいな。ということで、ついに来ましたね、8期。お医者でね、ちょっとやっていこうと思います。これなんか、砲塔とかがさ、ちょっと急増っぽいのかな、これね。ほら、
完全体じゃないよみたいなね、感じですね。意外と早いね。とりあえず多分、正面からね、やっていきます。お医者なんでね、そんなに、すぐにね、撃破されるようなことはないと思うんでね。はい。皆さん、お医者めっちゃ遅い。お医者遅いです。手すりを壊す。このように。敵の戦車はここ来ないかな。皆さん、狙われてます。狙われてます。これさ、でかいからさ、すぐバレるのかも。でかくてすぐバレるのかも。よし。当たったぞ。よし、命中。完璧な射撃。ほい。北別府だろ。皆さん、なんか敵の弾飛んで、ロケットランチャー来てる。ロケットランチャー、カチューシャの攻撃受けてます。撤退だ。よし。うわ、あれずるいよね、あれロケットランチャーね。あれ自走砲か、もしかして。もしかしなくても自走砲か。よっしゃ、あれ絶対狙うわ、もう。私が自走砲やっつけます。お医者いかがでしたでしょうか。今回は低ティア帯の戦車で遊んでみましたが、初心者でもかなり遊びやすい環境でいい感じに活躍することができましたね。ゲームではチハやチヌやチリやチヌなどの日本戦車以外にもドイツやアメリカやソ連やイギリスといった多種多様な国の戦車が用意されておりますので、興味がございます方はぜひプレイして遊んでみてください。また PC 版以外にも家庭用ゲーム機でプレイすることも可能です。そして今ワールドオブタンクスを始める方は概要欄にお得な招待コードが用意されております。初めてプレイする方や復帰者向けのものがございますので、これを機会にぜひワールドオブタンクスプレイしてみるというのはいかがでしょうか。ぜひご検討いただけますと幸いです。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。